今日は俺の働いている会社のアメリカにある本社から大事な取引先の社長夫妻が日本に旅行に来るという。性格の悪い部長からの命令で、俺と妻もその接待に同席するよう言われてしまった。普段から俺に対してひどいことを言う部長だから、妻にも被害が及ばなければよいが。しかし、俺の嫌な予感は的中してしまった。それにしてもお前、よくもまあこんな女性と結婚する気になったな。一体どこが良かったんだ？それは大変申し訳ありませんでした。俺の名前は市橋誠。今年で38歳になる。アメリカに本社を構える PC 開発の企業の日本支店で営業をしている。学生の頃から海外ドラマや映画を見ることが好きで、独学で英語も勉強していた。英語を使って仕事していると、まるでドラマや映画の登場人物になった気分になり、とても楽しく感じていた。若い頃には4年間アメリカの本社に赴任して、その後も何度か本社へ出張に行ったり、研修を受けたりもしていた。休みの日は外出することはあまりなく、仕事も毎日忙しいということもあって、恋愛をする暇もないし、そもそも出会いがなかった。気づけば35歳を過ぎていて、結婚どころか彼女もいない俺だったが、半年ほど前に俺は運命的な出会いをした。アメリカから帰国した俺は、珍しく映画を見るために外出していると、目の前を歩いていた男性が突然その場に倒れてしまったのだ。その男性は苦しそうに胸を押さえていて、俺は慌てて男性に声をかけた。大丈夫ですか？どうやらその男性は外国人のようで、英語で俺に話しかけてきた。大丈夫です。すいませんが、胸が痛いので救急車を呼んでもらってもよいですか？わかりました。すぐに呼びます。俺は英語で返事をして119番に電話をかけた。そして救急車が来るのを待っていると、一人の50代くらいの女性がこちらに歩いてきた。大丈夫ですか？胸が痛むらしく倒れてしまったんです。救急車はもう手配しましたので、すぐに来ると思います。するとその女性は倒れている男性に英語で話しかけた。聞こえますか？もし話せるなら胸がどのように痛むのか教えてください。そう言うと女性は着ていた上着を丸め、男性の頭の下に置いた。そして男性の話を聞きながら慣れた手つきで応急処置をした。慣れた手つきですね。私、看護師なんです。よし、これで大丈夫。あとは救急車が来るのを待ちましょう。ありがとうございます。助かりました。数分後、救急車が到着すると、彼女は救急隊員に容体を詳細に伝え、同乗していった。それはまるでテレビで見るような無駄のない動きで、かっこいいなぁと感心した。それから数ヶ月後の話。母親が他界し、一人暮らしをしていた父親は、肝臓を悪くしてしまったようで入院をした。俺が見舞いに行くと、父の隣には見たことのある女性が立っていた。それはあの日、外国人を助けていた女性だった。父の担当の看護師だったようだ。ああ、あなたはあの時の、お久しぶりです。彼女も俺を覚えていたようだ。先日はありがとうございました。
あの後問題ありませんでしたか？はい。あなたがすぐに救急車を呼んでくれたので、大事には至らなかったです。彼女はにっこりと笑いながら言った。そういえばあの時、英語で話されていましたよね。留学経験とかされていたんですか？いや、留学したことはありません。私は単純に英語を勉強するのが好きなんです。なるほど。独学で英語の勉強をされたんですか？はい。昔から海外の映画とかドラマを見るのが趣味でして、インターネット上で海外の方から英語を教えてもらっていたので、独学かと言われるとちょっとわからないですけど。俺と全く同じ趣味でドキッとした。そうだったんですね。そういうあなたも英語で話しかけていましたよね。海外でお仕事されていたりしたんですか？実は僕も海外のドラマとかが好きで、英語を勉強してなんとか海外で働きたいと思ってアメリカの企業に就職したんです。つい先日、本社での研修を終えて日本に帰ってきたんです。そうなんですか。すごいですね。私の周りに海外ドラマとか映画の話ができる人があまりいなかったので嬉しいです。もしよろしければ少しお話ししませんか？はい、もちろん。話を聞くと、彼女も旅行でアメリカへ行ったことがあるそうだ。かなり口下手な俺だったが、映画やドラマの話になると自然と会話が盛り上がっていた。その日以降も俺たちは趣味の話をする機会が増え、お互いのことも少しずつ知るようになってきた。彼女の名前はのりこさん。今年で50歳になる女性だった。性格は明るく、笑顔がとても素敵な人だった。話や趣味も合うし、俺はもっと彼女と話したいと思った。偶然が重なったことを運命を感じていた部分もあり、年の差なんて気にならないほど俺は彼女のことが気になっていた。彼女は旦那の浮気が理由で離婚をしていて、今は一人暮らしをしているらしい。息子も一緒に暮らしていたが、4年前に結婚して家を出て行ったそうだ。彼女はたまに一人でいることが寂しくなると言っていて、俺は絶好のチャンスだと思い、彼女に猛アタックした。父の退院の日、俺は彼女に連絡先を聞いた。彼女は快く応じてくれて、無事に連絡先を交換することができた。俺は帰宅するとすぐに彼女にメールを送った。のりこさんは看護師ということもあって、一緒にいる時間は多くなかったが、何度か食事をしたり、映画を見に行ったりした。俺は彼女と会うたびに、のりこさんの魅力に惹かれていき、数回目のデートの帰り際に、思い切って彼女に告白した。最初は困っていたようだったが、俺は懲りずに何度も気持ちを伝え続けていると、彼女と付き合うことができた。その後もデートを重ねていき、俺は彼女のことがどんどん好きになった。彼女は誰に対しても優しく、相手の立場に立って物事を考えることができる人だった。俺が仕事で失敗して落ち込んでいた時も、彼女と連絡を取るだけで気持ちが癒された。そして付き合い始めて半年が経った頃、俺は彼女にプロポーズをした。のりこさん、俺と結婚してください。箱から指輪を出すと、彼女はとても驚いていた。私みたいなおばさんでいいの？誠くんならもっと若くて素敵な人に出会えるよ。
年の差なんて関係ないです。俺は今ののりこさんのことが好きになったので。今まで生きてきた中でこんなにも好きな人ができたのは初めてなんです。そう言って彼女の手を握った。彼女は涙を流しながら、ありがとう。これからもよろしくね。こうしてプロポーズは成功し、俺たちは結婚した。彼女は50歳になり、母親の世話をするために看護師を辞めた。そのタイミングで俺は連休を取り、彼女とアメリカに新婚旅行に出かけることにした。のりこさんの退職祝いも兼ねた旅行ということで、俺たちは思いっきり贅沢をした。普段は縁がないような高級ホテルに泊まり、お互いがドラマで見たレストランで食事もした。俺はこれまで独身で、たまに映画を見に外に出るくらいだったので、ある程度の貯金はあった。せっかくの海外旅行だったので、俺たちは豪華な生活を満喫した。これにはのりこさんもとても喜んでくれて、珍しく彼女もはしゃいでいた。私、普段は仕事ばっかりで、旅行なんて国内でもめったにできなかったから、海外旅行に憧れてたの。俺も仕事とか関係なく海外に来たのは初めてで、めちゃくちゃ楽しいよ。のりこさんと来れて本当によかった。また一緒に来れるといいね。恥ずかしそうにのりこさんは笑った。そして日本に帰国した俺たちは本格的に新婚生活が始まった。それから1年ほど経ったある日、俺は突然部長に呼び出された。今度アメリカ本社から大事な取引先の社長夫妻が日本に旅行に来るらしい。今回その接待を任されてしまってね。それに伴って食事会を開くから、お前も奥さん同伴で出席してほしいんだ。店は決まり次第、また連絡する。わかりました。開けておきます。自分の手帳に予定を書いていると、部長は俺のことをバカにするように、それにしても、お前が結婚できるとはな。いつまで経っても独り身だったから、このまま一生結婚できないかと思っていたが、物好きな女もいるもんだな。一体いくら貢いだんだ？部長は俺より5歳年上で、いつも奥さんの自慢をしてくる。そしてことあるごとに恋人がいない俺をバカにしてきた。いつまで独身でいるんだとか、お前みたいなやつと結婚しても退屈そうだもんなとか、散々言われ続けてきた。結婚できたのに、まだこんなことを言ってくると腹が立ったが、俺は黙って聞いていた。こんな人に妻を合わせると、妻にもひどいことを言うんじゃないかと不安だったが、その時は俺が守ろうと決め、俺は妻に食事会のことを話した。のりこさんは了承し、一緒に食事会に参加してもらうことになったのだ。そして食事会当日になり、俺は彼女を連れて指定された店へと向かった。見るからに高級そうな料亭で、俺たちは個室に案内してもらうと、そこにはすでに部長とその奥さんが席についていた。いつも部長が自慢するだけあって、奥さんはモデルのようにスタイルが良く美人だった。部長、遅くなり申し訳ありません。俺が頭を下げると、部長は俺の後ろにいた妻を見て、どうしてお母様を連れてきたんだ？俺は奥さんを連れてこいって言ったんだ。部長の口角が上がり、悪い笑みを浮かべていた。
確実に妻と知っていて、わざとそんなことを言ったのだ。俺のことだけならまだしも、妻に対してもそんな失礼なことを言うなんて。母ではありません。こちらは私の妻ののりこです。のりこさん、こちらが上司の山田部長です。いつも主人がお世話になっております。妻ののりこと申します。本日はよろしくお願いいたします。妻？ああ、それは失礼でしたな。あなたが奥さんでしたか。お年を召しておられるようでしたので、市橋くんのお母様かと思いましたよ。部長は悪びれる様子もなく妻に言い放った。のりこさんは笑顔でいたが、傷ついていたに違いない。俺も我慢できなくなり、再度失礼なことを言うようなら言い返してやろうと決めていた。不穏な空気の中、部長は自分の自慢話を始める。そしてしばらくすると、本社の取引先の社長、ジョージさんが案内役の社員と共に入ってきた。はじめまして、アメリカから来ましたジョージです。妻のキャサリンは少し遅れますので、また後で紹介します。ジョージさんは笑顔で挨拶をした。部長夫婦と俺とのりこさんも英語で自己紹介をした。部長の奥さんは英語が苦手なようで、片言の英語で自己紹介をした以外はほとんど話さなかった。ジョージさんに話しかけられても内容がわからないようで、会話もすぐに途絶えてしまう。部長がほとんど受け答えをしていて、奥さんは面白くなさそうだった。一方、のりこさんは英語がペラペラなので、ジョージさんと楽しそうに会話をしていた。それが気に入らなかったのか、部長は再び俺たちを標的にした。それにしてもお前、よくもまあこんな年配の女性と結婚する気になったな。一体どこが良かったんだ？もう少しマシな奥さんかと思っていたよ。どれだけ中身が良くても見た目がこれじゃあな。やっぱり女は若くないと。お前ってそんなに熟女好きだったっけ？部長の失言の連発に、俺は我慢の限界に達した。のりこさんのことを何も知らないのに、俺より少し年上というだけで、どうしてそこまで言われないといけないんだ。部長、いい加減にしてもらえますか？その言い方はあまりにもひどすぎます。俺は部長を睨みつけ、目の前に立った。あ？お前、誰に向かってそんな口聞いてんだ？俺がちょっと本気を出せば、お前なんて一瞬で飛ばせるんだぞ。部長は笑いながら言った。ジョージさんはよく理解していないようで、俺と部長を交互に見ていた。いくら上司でも言っていいことと悪いことがあるでしょう。誠くん、落ち着いて。私は大丈夫だから。部長さんにそんなこと言ったら本当にクビにされちゃう。のりこさんは俺にだけ聞こえるような声でそう言った。するとその時、個室の扉が開くと外国人の女性が入ってきた。キャサリン、こっちこっち。ご紹介します。私の妻のキャサリンです。ジョージさんは笑顔で俺たちに言った。キャサリンさんはのりこさんと大体同じくらいの年齢だった。彼女はジョージさんの隣に座ると、急に部長を睨みつけ、流暢な日本語で話し始めた。部長、あなたたちの会話は部屋の外まで聞こえてたわよ。いい年してあんな失礼なことを次々と言うなんて、本当に不愉快だわ。
今すぐ彼らに謝りなさい。店に着くと同時にキャサリンさんから説教をされ、部長の顔色は一瞬にして変わった。私もジョージより8歳年上ですけど、妻が夫より年上なことがそんなにおかしいですか？女性は若い方がいいと思うのはあなたの自由ですが、年を取っているというだけで人をバカにするのはとても気分が悪いです。キャサリンさんは冷静なトーンで淡々と部長を責めた。すると部長は慌ててキャサリンさんに頭を下げ、それは大変申し訳ありませんでした。なぜ私に謝るの？謝るべきは私じゃなくて彼らでしょ。部長は落ち着きない様子で俺たちの方を向き頭を下げた。市橋君、そして奥さん、失礼なことを言って申し訳ない。どうか許してもらえないだろうか。未だに状況が分かっていないジョージさんにキャサリンさんは英語で説明をしていた。そしてその説明が終わる頃にはジョージさんの顔は真っ赤になっていて、俺たちとは時間差で激怒した。君はよくも平気でそんなことが言えるね。社会人として信じられないよ。それを言われて相手がどんな気持ちになるか考えないのか？私はそんな人と一緒に食事したくないよ。とっとと帰ってくれ。ジョージさんはさっきまでの笑顔とは一変して、とても怖い表情で部長に怒鳴った。落ち着いて。彼も反省していそうだし、みんなに謝ったんだから許してあげましょう。嫌だ、ダメだ。俺は彼を許せない。君はもう帰ってくれ。そして二度と僕の前に現れないでくれ。しばらくジョージさんの怒りは収まらず、部長はげんなりしたまま奥さんを連れて帰っていった。そして俺たちは改めてキャサリンさんに自己紹介をした。はじめまして、市橋の妻ののり子と申します。妻がそう言うと、キャサリンさんは目を見開き、口に手を当てた。のり子？間違っていたらごめんなさい。結婚する前って加藤って名字だった？そうですけど、なんで知ってるんですか？やっぱり、のり子なのね。聞いたことのある声だと思った。私、キャサリン・ロバートよ。あなたに英語を教えていたじゃない。キャサリンさんは興奮気味に話した。彼女は妻の英会話のコミュニティにいた本人だったのだ。それを聞いた妻も驚きを隠せない様子だった。二人は固い握手を交わし、この奇跡とも言える出会いを喜んでいた。昔、のりこさんが利用していたインターネット上の英会話コミュニティで彼女たちは知り合い、それから10年以上もやりとりを続けてきたらしい。妻はキャサリンさんに日本語を教え、キャサリンさんは妻に英語を教えていたそうだ。だからキャサリンさんはこんなにも流暢に日本語が話せたんだ。二人のやりとりは常に音声だけで行われていたため、お互いの顔はわからなかったという。こうして妻はキャサリンさんと思い出話で盛り上がり、俺とジョージさんはお互いの妻との馴れ初めやこの店の食事について会話が弾んだ。ジョージさん夫妻は日本食が大好きなようで、この店の料理もとても気に入っていた。今日は本当に楽しかったよ。山田くんのことは許すつもりはないけど、キャサリンとノリコがこうして出会えたことは本当に嬉しいよ。
君たちに出会えてよかった。彼もキャサリンさんからのりこさんの話は聞いたことがあったそうだ。素晴らしい日本料理も堪能できて、とても満足しているよ。また機会があれば、君たちに付き合ってほしいな。一応アメリカにも日本食の店はあるんだけど、やっぱり本場にはかなわないや。食事会も終わり、ジョージさんとキャサリンさんはとても満足そうに帰っていった。トラブルもあったが、結果的に接待は大成功に終わり、俺も一安心だった。そして俺たちも家に帰り、誠くん、今日はありがとう。あなたと結婚した時、こういうこともあるだろうって覚悟してたんだけどね。さっきはちょっと強がっちゃったけど、もし誠くんが部長さんと話を合わせたりしていたら、私はあの場に入れなかったと思う。だから誠くんが部長さんに怒ってる姿を見て、なんだか安心しちゃった。あと、とても嬉しかったよ。のりこさん、何言ってんの？たとえ相手が部長だったとしても、のりこさんをバカにする人は許せないよ。でものりこさん、結婚した時から覚悟してたんだ。そんなこと全く気がつかなかった。まだまだダメな夫だね。私たち11歳も離れてるのよ。見た目だって若いわけじゃないし、周りから見たら年の差を感じるのは当然よ。そのことを言われるのは覚悟してた。それでも誠くんのご両親は何も言わずに結婚に賛成してくれたから安心したんだけどね。そっか、そうだったんだね。俺と結婚するのにそんな葛藤があったんだね。気づいてあげられなくてごめん。それなのに俺と結婚してくれてありがとうね。こちらこそいつもありがとう。覚悟を決めて正解だったみたい。だってあの時不安に思ってたのがバカみたいに今は幸せなんだから。妻はそう言ってにっこりと微笑んだ。俺は改めてのりこさんのことが好きになった。そしてジョージさんとの食事から数日が経った頃、彼の会社との契約が本格的に決定したと本社から連絡があった。ジョージさんはすっかり俺のことを気に入ってくれたようで、また近いうちに日本に来たいと言っているらしい。また山田部長の失態もジョージさんから本社へ伝えられたようで、部長は降格処分となった。それにより新しい部長には俺が抜擢され、彼との立場は逆転した。それ以降、山田さんはすっかりおとなしくなり、人を見下したり、馬鹿にするような発言はしなくなった。妻とキャサリンさんは、その後も連絡を取り合っているようで、とても仲良くしている。今度はキャサリンさんの住んでいるアメリカに遊びに行く計画まで立てているらしい。とても楽しそうに話す彼女を見ていた俺は、改めて彼女の笑顔を守り続け、一生彼女のことを幸せにすると心に決めた。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。